こんにちは、りょうです。今回はね、ゴルフクラブのヘッドカバーを作ってみました。これはね、5番ウッドですかね。フェアウェイウッド用のヘッドカバーです。今回も、ちょっとね、顔をつけてみました。どうですかね。はい、アクリルで作ってあるので、これね、後で洗えたりもします。で、耐久性もありますので、ちょっとこれのね、編み方をご紹介したいと思います。はい、まずね、頭の部分から作っていきますよ。こういう風にね、4本の編み棒で輪編みにしていきます。で、編み方はすべて表編みですね。これを続けていきます。そしてね、ある程度進んだところで、実際に、ゴルフクラブのヘッドをちょっと入れてみることにします。大きさをね、測りたいんですよ。これはね、5番ウッドですね。で、入れてみて、まだね、この大きさが足りないってことはわかると思います。そして、ゴルフクラブの先端が丸くなってますよね。なので仕上がりもね、丸くしたいんですよ。そうすることで、目をね、減らしながら、丸くしていきますと。で、最後にね、先端をキュッと締める作業が必要になります。なので、毛糸針で、編み目に毛糸を通して、これをね、キュッと引っ張って閉じていくという作業をしています。こういう感じですね。でね、いっぺんに閉じてしまうととんがってしまうので、ちょっとずつ鳴らしながら締めていきます。そしてこういう風に、袋状になりましたので、ヘッドを入れてみますと。はい、ぴったりですね。ヘッド部分ができたので、今度はこの下のネック部分を編んでいきます。で、同じ色だとつまんないので、同じ暖色系の茶色系で違う色の毛糸を用意していました。表編み2回、裏編み2回、表編み2回、裏編み2回っていう感じで連続してやっていきます。で、ゴム編みっていう名前の通り、すごくね、これ伸びるんです。伸縮性が出るので、このゴム編みでいきます。で、ずっと一色だとつまんないので、途中でちょっと色を変えてみます。で、ゴム編みのこの入り口部分から上は、こっちが2目ゴム編みなんですけど、こっちは1目ゴム編みにします。ゴム編みでね、色を変えながら編み進みました。こんな感じになります。綺麗に編みましたね。で、最終的にね、ヘッド部分と結合します。で、最後のね、目のところも綺麗に伏せることができました。はい、じゃあ実際ね、これゴルフクラブを通さなきゃいけないので、通るかやっていますね。で、今回ね、ゴム編みにしてるので、かなり横がこういう風に伸びます。でね、ここでね、ある程度引っかかりを作っとかないと、ゴルフカートで運んでる時とかね、落っこったりしちゃうんですよね。で、顔の部分の作成に入って、フェルトは、このようにフリーハンドでやってます。で、あまりきちんと測ってしまうと、なんか手作りの味がね、出ないので、あえてフリーハンドでやってます。で、これは口の部分に鼻をくっつけてますね。で、ボンドは使わずに必ず、糸で縫い付けます。ボンドを使うとね、硬くなってゴルフクラブに傷がついてしまうので。これはなんだ？目の部分ですね。目の部分を作ってます。これもひたすら縫うという作業です。はい。で、顔のパーツがね、できたらちょっと並べてみて、この位置取りをしていますね。でね、この位置によって表情がものすごく変わるので、ここは非常に大事なところです。で、できればね、上目遣いにしたいんですよね。ゴルフクラブのカバンを開けた時に目が合うような感じにしたいなと、いつも思ってます。で、位置が決まったら、そこに縫い付けていくという作業です。これもね、地道な作業なんですよ。はい。で、顔ができたら、最終的にネック部分と結合して、これで完成ですね。耳もね、つけました。どうですか？
今回もね、可愛くできましたね。はい、じゃあ実際にゴルフクラブを通してみましょう。もちろんね、下から入れます。で、きつそうに見えますけど、実際はそんなでもないんですよ。ちょうど程よい引っかかりを与えて、落下防止に努めてます。で、これ入れたり出したりするだけでね、ゴルフクラブの清掃にもなるんですよ。アクリルケイトなんで。はい、今回はね、ゴルフクラブのヘッドカバーを作ってみました。いかがだったでしょうか。また次回ね、別のものを作ってみたいと思います。ありがとうございました。